コードファントム。Steam ストアページを開設しました。ひとまず今できている範囲でいろいろスクショを載せています。概要欄にリンクを載せてるので、興味のある方はウィッシュリストに追加してやってください。さてさて、今回もロボゲー作っていきましょう。前回までで移動や攻撃が大体できたので、ザコメカを量産していきます。体の動かし方は以前実装したプロシージャル手法を使うので、リグは入れなくても部位ごとにメッシュ分割しておけば OK。そしたらマーカーを配置して IK で足や腕がマーカーについてくるように設定します。こんな感じ。腕はこのメカには肘関節がないので、マーカーの方に縦回転だけするようにしておきます。胴体のマーカーは足の位置を固定したまま上半身だけ動かす時に使います。ここまでくれば、あとは時期と同じプロシージャルアニメーションを適用してパラメータを調整するだけです。メカによって関節が異なっていても IK 側で吸収しておけば、歩行でもジャンプでも本質的な動きは同じですからね。ということで動くようになりました。今後ザコメカを追加していくほど、最初に作ったプロシージャルアニメーションが力を発揮してくれそうです。アニメーションファイルを一つも使ってないので、その分開発も効率アップ、実行時のロード時間を短縮できます。これがやりたかった。逆に実行時の計算コストは多少かかりますが、今時の CPU なら問題にならない程度かな。こっちはミサイルタイプ。さっきのマシンガンタイプと違って時々ジャンプを挟むようにしました。ちなみにシステム上はプレイヤーもザコメカを操縦できるようになっています。図解するとこんな感じ。プレイヤーの操作と敵 AI の出力結果が共通の入力層にマッピングされ、入力と現在のステータス、環境に応じて可能なアクションを実行し、その時のアクションに合うようにマーカーの位置を計算するという感じ。まあ本編で使うことはなさそうですが、敵もできたので本作でやりたかった戦闘システムを実装していきます。シンクロシステム。シンクロ率に応じて攻撃力、防御力、移動速度などほぼ全てのパラメータが強化されます。この強化の度合いは最大 1.5 倍から2倍くらいまで大きく変わる予定です。で、肝心のシンクロ率は攻撃すると上昇、被弾や時間経過で減少します。シンクロ率自体もすぐに変動し、戦闘中に上がったり下がったりを繰り返すイメージ。これで戦闘に緩急をつけて楽しいバトルアクションを作ってやるぜ。そう思っていた時期がありました。ザコメカならまだしも強い敵との戦闘中、攻撃を当てられなかったり連続で被弾したりするとシンクロ率が下がってしまい、機体の性能が下がる、さらに被弾する、さらに性能が下がるという負のループに。これは修正が必要だ。ということでアクションを追加します。シンクロチャージ。いつでも使えて使用中はシンクロ率が回復していきます。その代わりチャージ中は攻撃とブーストが使用できなくなります。これで被弾してシンクロ率が下がっても復帰できるようになりました。ただ物陰に隠れてチャージするのもありですが、それだとテンポが悪い。ある程度慣れた人なら空中で慣性移動しながらチャージ、着地前に解除してブーストで硬直キャンセルという動きもできると思います。ただ初心者だと難しいよね。ということでシンクロチャージ中は防御力が強化されるようにしてみました。これなら最悪立ち止まって被弾しながらでもシンクロ率を上げられる。ここまででシステムとしては大体良い感じですが、この防御力が上がる仕様、初見だと気づかないんじゃないか。チュートリアルで説明しても絶対見落とすだろうな。ということで
さらに防御のエフェクトを追加。シンクロチャージ時に被弾すると機体の周辺にバリアが表示されます。これで防御してそうなのが視覚的にもわかるようになりました。敵の攻撃を避けきれない時にチャージしておくとダメージを減らしつつ機体を強化できて有利に立ち回ることができます。しかしチャージ中は攻撃もブーストも使用できないため、敵を倒すにも回避するにもチャージを解く必要があり、チャージするしないを切り替えながら戦うゲーム性に自然となってくれるんじゃないかな。オーバーシンクロ状態。機体のシンクロ率が限界を超えて上昇した状態で超強化された機体が常時シンクロチャージしながら攻撃もブーストも自由に使用できます。ついでに前回没にしたブーストインパルスも使えるようにしてハイスピードな無双モードになりました。これは特定のミッション限定になる予定。というわけで今回の動画は以上になります。開発は順調で裏ではミッションもすでに実装し始めています。次回の Steam Next Fest が10月なのでそれに合わせて体験版を用意しようかと企んでいるところです。それではご視聴ありがとうございました。